こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アマンダ・リプリー著、ハイコンフリクト良い、対立悪い対立世界を未強化させないためには、現代社会に蔓延する分断と対立の本質、折り黒く切り取った一冊です。SNS の普及や情報の偏りによって個人や社会はますます危機化し、些細な意見の違いが深刻な亀裂を生み出しています。本書では、良い対立、建設的な対立と悪い対立、破壊的な対立の違いに遺目し、なぜ人は悪い対立に引き込まれてしまうのか、どのようにすれば対立をより生産的なものへと転換できるのか、豊富な自力とともに解説しています。著者はジャーナリストとしての経験を同じさまざまな対立の現場を取材し、個人、グループ、社会レベルでの対立のメカニズムを明らかにしています。対立は避けられないものですが、それをどのように扱うかによって人間関係や社会全体にもたらす影響は大きく異なります。本書は家庭や職場、地域社会、そして国家圏の大きな問題に至るまで、対立を健全な進化のきっかけに変えるヒントを与えてくれます。二極化が計画する現代において、分断を乗り越え、より良い未来をにかなるための知恵と時間が詰まった一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、対立の本質を理解する本書の核心となるのは、対立が人間社会においてどのような役割を果たしてきたかという点です。著者アマンダ・リプリーは、対立それ自体が必ずしも悪であるとは限らないと説きます。適切な対立は創造性や発展の原動力となりうる一方で、悪い対立は破壊と分裂をもたらします。この区別なくして私たちは対立に巻き込まれ続け、問題解決から遠ざかってしまいます。特に悪い対立はアイデンティティに混ざし、相手を非人間化したり、地味がの二元論に限りやすい特徴があります。逆に良い対立では対話や相互理解が促進され、異なる意見がコラボレーションにつながります。著者は社会学や心理学の研究成果も引用し、対立の構造を明らかにすることで、私たちが自分自身や他者との関係を見直すきっかけを提供しています。対立の根源を理解することで、建設的な関わり方を模索する意識が生まれてくるのです。次に、悪い対立のサイクルとその弊害。悪い対立がなぜ起こり、どのようにして深刻な問題をもたらすのか。本書はそのメカニズムを豊富な自力とともに分析しています。悪い対立が広がる背景には、 SNS や偏った情報の拡散、言論空間の閉鎖性といった現代的な要因が指摘されます。このサイクルは人々を味方か地下かという単純な分類に追いやり、理性的な対話を困難にします。また、悪い対立が進行すると冷静な判断力が低下し、相手を理解する努力さえ無駄だと感じてしまいます。結果として職場の人間関係悪化や家族内の断絶、社会的な二形化など様々な弊害が生じます。著者は実際に悪い対立に巻き込まれた人々やコミュニティの自力を上げ、彼らが感じた苦しみや社会との断絶を詳細に描写します。こうした現実に直面することで、私たちはなぜ悪い対立から抜け出すことが難しいのか、その真相にある人間心理を理解できるのです。さらに、良い対立へ転換するための条件では、どのようにして悪い対立を良い対立に変えることができるのでしょうか。本書では、対立の鍵を変化させるためには、いくつかの重要な条件やアプローチが必要だと論じます。まず、対話の仕方を見直すこと、つまり相手を非難せず、自分の立場や感情を誠実に伝えるという基本を重視します。さらに、異なる視点を持つ人と積極的に関わり合うこと、共通作業や共通の目的を設定することも、良い対立への転換に不可欠です。また、対立の番をコントロールするファシリテーターや第三者の存在も有効であると紹介されており、個人の力だけでなく仕組み作りも嫌となってきます。著者は
対立が建設的なものに変化するとき、そこには必ず双方が成長し合う体験図があると説いています。これらの条件を整えることで、対立は壊すものではなく、強くしなやかな関係や社会を作る土台となりうるのです。そして、ケーススタディ、対立が変化した事例。本書の魅力の一つは、様々な分野や状況で現実に起きた対立のケーススタディが充実している点です。例えば、アメリカでのコミュニティ対立、政治的分断、家庭内の葛藤など、現場でどのように悪い対立から良い対立へ転換したのかを具体的に紹介します。ある地域では、敵対していた住民同士が対話の場を持ち、互いの体験や価値観を語り合うことで、徐々に理解が深まり、共通の課題解決に向かうプロセスが描かれています。他にも、企業の中でチーム間の対立が変化した事例や、社会運動の中で多様な立場が共存する難しさを乗り越えた話なども取り上げられています。これらの事例を読むことで、抽象的な理論だけでなく、実際に私たちの生活や仕事の現場でも応用可能な実験的知見を得ることができます。最後に、分断を乗り越えるための個人と社会の役割、対立や分断の解決は一人一人の心がけと社会の仕組みの両方が不可欠です。著者はまず、個人レベルでできることとして問い直す力の重要性を強調します。つまり、感情的な反情や自分の思い込みを自覚し、相手のナチャーを理解しようとする姿勢が大切です。そして、社会レベルでは多様な意見が安全に表現できる場がや、情報の透明性、公正な報道など分断を防ぐ制度設計が必要だと述べられています。特に現代社会では、単に治療を排除するのではなく、異なる立場が共存し、対立を通じて社会全体が成長できる仕組みづくりが求められています。個人が変われば、やがて社会も変わるというメッセージが本書を通して強く伝わってきます。結論として、ハイコンフリクトよい対立あるい対立世界を二極化させないためには、単なる対立回避のハウツー本ではなく、分断が深刻化する現代社会において発的な解決策を提示する一冊です。特に身近な人間関係の悩みを抱えている方、職欲間や組織でのコミュニケーションに課題を感じる方、そして社会問題や政治的な二極化を憂慮するすべての人に強くお勧めします。本書を読むことで、対立という現実を新たな視点から捉え直せるだけでなく、実際に行動に移すための具体的なアイデアを得ることができます。良い対立に必要な条件や実験方法、変化のきっかけとなるエピソードは、多くの人にとって新鮮な気づきをもたらすでしょう。また、客観的で豊富な事例やケーススタディが収録されているため、理論だけでなく実際の応用事例としても役立つ内容となっています。いつある対立解決本の中でも、本書は社会の分断の根本原因に深く切り込み、個人にも社会にも実現可能な答申を示してくれる点が唯一です。他の本と比較しても、ジャーナリストとしての現場取材に理路された接続力ある事例や最新の心理学、社会学の知見が凝縮されているため、信頼性が高く、本質的な理解を深めたい方には特におすすめです。本書を手に取れば、あなた自身、そして周囲の人々との関係性が一段と豊かなものへと進化することでしょう。ご支援いただける場合には、アマンダ・リプリー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。